こちらは我が家で飼育している台湾サソリモドキ。サソリモドキはサソリのような見た目をしていますが、尻尾が針ではなくムチ状になっています。ハサミもちょっとサソリとは違ってまた違ったかっこよさがありますよね。もうサソリも好きなんですけどね、このサソリモドキもね、ものすごくかっこよくて好きなんですよね。この絶妙な色合い、サビ色っていうんですかね、ちょっと赤みがかった黒っぽい色、これがめちゃめちゃ渋くてかっこよくないですか。サソリの形は結構見慣れちゃってる感じがあるんですけど、サソリっぽいごつい上半身なのに下半身は細い紐が出てるだけっていうね、ギャップがね、より不気味なクリーチャー感を出していて、そこがかっこいいですよね。今回はこのサソリモドキに餌を与えていきたいと思います。普段はこんな感じの細かいヤシ殻マットに、今はどかしてるんですけど、コルクを隠れ家として入れて飼ってます。今回与える餌はチャンネルワニだと思うおなじみの餌用ゴキブリのレッドローチ。お、捕まえてくれました。こうやって腕でガシッと捕まえて、こっからじわじわ食べていきます。こうやって見てると、口から出てる2本の牙でゆっくりゆっくり噛んで食べていってるのが分かりますね。ゴキブリもまだ生きてるので逃げようとしますが、ガシッと掴まれて決して逃げることはできません。サソリモドキはサソリの毒針の代わりに尻尾にはムチ状のものが生えており、このムチの根元から臭い液体を噴射します。その液体の8割は酢酸、つまりお酢でできていて、匂いはもうお酢そのものですね。体に触れるぐらいじゃ特に問題はありませんが、目に入ると激痛を起こすそうです。日本には沖縄諸島以南に生息するこの台湾サソリモドキと、九州から奄美大島に生息するアマミサソリモドキの2種類のサソリモドキが生息しています。こちらの個体は以前自分が石垣島に行った際に捕まえてきた個体です。石垣島のサソリモドキの生息数はとても多くて、森に入って石や流木をひっくり返せば1回につき 1,2 匹出てくるくらいの勢いでしたね。石垣島に行ったのが10月の後半だったので、飼育を始めてだいたい3ヶ月になります。いつか奄美大島にも行ってアマミサソリモドキも捕まえてみたいですね。食事がとっても長いので、ちょっと早送りしながら見てみましょう。こういうね、クモ類の寄虫って結構食べるの遅い感じがしますね。ただでさえゆっくりむしゃむしゃするのに、もう休憩しながら一回止まったり食べたりしながら食べる子が多いような感じがするんで、非常に長いです。でも夜に餌あげて朝になると、食べたゴキブリの殻とかが転がってるって感じですね。サソリモドキはね、日本に生息してるやつ以外にも外国に生息してるジャイアントビネガロンっていうすごい大きなやつとかもねいたりするので、興味が出た方はぜひ飼育してみるといいと思います。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。最近ほんと虫の動画が増えてますね。爬虫類系 YouTuber とか魚系 YouTuber とかじゃなくて、虫系 YouTuber になりつつあるような感じもしますけれど、みんなも一緒に虫に目覚めていきませんか。